はい、皆さんこんにちは。ラブサーフの西井です。今日はね、ビッグリグドライバーっていうモデルあるじゃないですか。おじさん向けのボードということでテストしてもらいました。彼は41歳なんですけれども、彼に乗ってもらいました。今回は PU ポリエステルのボード、それとブラックシープビルド、最近入ってきたライトスピード2でエポキシのボードに乗ってもらいました。すごいね、いいライディングしてくれたんですよ。この日波のコンディションが良くなくて、サイドオンショアの膝腰波ですごく調子よく乗れてるっていうのが分かってもらえるんで、ライディングを見てください。ビッグリグドライバーって大きめで乗ってもらうと結構調子いいんですよ。いつもよりもちょっと大きめ長めで乗ってもらうと、このボードの 120% 性能特性を楽しめます。テールのロッカーが結構あるので長さがあるんですけれども、すごくよく動いてくれる。で、見た目もとってもすっきりした大人向けのドライバーのアウトラインしてるんですよ。ショートボードですよね、完全な。だけどレールは結構落ちてて、センターにボリュームがあってテイクオフすごく速いんですよ。パドルスピードも速いし、波をたくさんキャッチできて、リップに行った時にテールのロッカーがあるんで、うまくボードが返ってくれるんですよね。すごく調子いいボードなんで、ビッグリグドライバー渡辺正人プロのライディングをご覧になってください。はい、どうぞ。メイクアップサーフィンしてます。はい。渡辺正人プロが乗っているのは62の36リッターもあるボードですね。ビッグリグドライバー、今向こう側からね、黄色いボードの人がね来て、ごめんなさいなんてね謝ってますけど、人柄がね出てますね、渡辺プロのね。こんな感じでね、もう見てください。これ62もあるねボードと思えないぐらい軽々と動いてますよね。リップもねバキーンとね、すごくね攻撃的なリップできてると思います。この辺の波なんかねタラタラなんですけどね、おかしな動きしてますよね。どんどん波をね切り刻んで進んでって、もうすごいところでカットバック今してましたよね。これなんかもねすごいでっかいスプレーを出してますよ。もうボードの重さ、ポリの重さでねどんどんボードが進んでってくれてるような、で浮力があるからどんどん前に出てってますよね。これやっぱりねビッグリグドライバーって大きめを乗った方がいいっていうのをね、この辺でねよくね皆さんね分かってもらえると思うんですけどね、ドンピシャの浮力じゃなくてね、ビッグリグドライバーはね通常のボードよりもね浮力ある感じでね乗ってもらった方がいいですね。もちろんね長さもね出してもらってね乗ってもらうと、このねビッグリグドライバーの良さがねすごくね楽しめるので、もうこれとかハイスピードでめちゃくちゃスピード出てますよね。今なんかすごいね、このポリのボードね渡辺君もね乗ってる時にね調子良さそうにね楽しそうにねしてました。これなんかねボード一回スピードが止まっちゃってからも全然ボードがでっかいからバランス取ってればねそのまままたスピードがね復元してくれる、そういう感じで乗れてますよね。今もね綺麗なカットバック、こんなちっちゃい波のねもう崩れちゃってるっていうかね壊れちゃってる波でねこんなにね楽しそうなサーフィンができるのって、やっぱビッグリグドライバーってすごくないですか。見た目もこんな感じでねすごくねアウトラインもすごくかっこよくて綺麗で、ショートボードですよね。これが36リッターもあるボードには一見見えないですよね。すごくアウトラインの綺麗なボードです。はい、渡辺プロが乗っているのはデッキがブラックの、これがブラックシープビルドですね。ブラックシープビルドってやっぱりこうボトムで粘ってるのがよく分かりますよね。このボトムのターンするときにグイーンってね伸びてこう粘ってるのが見てください。すごくねよく分かると思います。トップでももちろんそうなんですけどね、一つ一つのターンで粘りがあるというか、一つのターンがつながってラインになってサーフィンできてますよね。とっても軽々に乗ってて、ブラックシープビルドってこうバネのようにポンポンポンって跳ねてくれるようなボードなんで、ブラックシープビルドビッグリグドライバーとの組み合わせねすごくいいんですよ。ビッグリグドライバー自体がテンプレートとしていいボードなので、どれで乗ってもらってもいいんです。はい、渡辺正人プロが乗ってるのはこれライトスピード2のビッグリグドライバーです。これね見てもらうと分かるんですよ。動きの速さですよね。ボトムに入ってトップに行く時のこの速さが他のボードよりももっとね速いと思うんですよ。でトップでのね返し、それもね軽やかに、もうこの辺なんかパンパンすごい軽やかじゃないですか。もう波がねこれねほんと全然良くないですよ。この波なんかこの全然波良くないのにこれだけねスピードを得ることができるっていうのはこのねボードのねやっぱりねこの
ライトスピード2のね凄さなんですよ。これ今もねリバースでくるっとね回りましたよね。ボードが軽いからああいった技にやりやすいんでしょうね。これも今もねレイバックのすごい大技も決めるとこでしたね。はい、これもう波ボコボコですよ。これ見てください皆さん。もうこんな波でも乗れちゃうっていうのがこのね、うわ今のスラッシュもすごかったですね。もうこんなボコボコの波をね乗らせてくれるっていうのはやっぱりビッグリッグドライバーのこのねすごい高浮力でどんどん前に進んでってくれる。だけれどもちゃんと動いてくれる。これがやっぱりビッグリーグドライバーのいいところなんですよ。もうほんとショートボード、大人のためのショートボードのテンプレットですよね。これ乗ってるのは510でリッターが 31.75 なんですよ。親指上げてねすげえね調子いいよって、ね、言ってくれてます。マサトプロお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もまたテストライドを協力してもらったんですけど、今回はビッグリッグドライバー乗ってもらいました。ボードのねテクノロジーも PU、ライトスピード2、ブラックシープビルド、ハーフカーボンのボード、素材の違いはこの間スムースオペレーターでもいろいろ解説してもらったんで、そちらの方を見ていただければなと思うんですけれども、ビッグリッグドライバーどうでしたか？そうですね、最近ちょっと気になってたモデルだったんで、乗れてよかったかなと思って、乗った感想はドライバーシリーズの年齢層高い方向けのモデルだと思うんですけど、ドライバー系とあってレールがしっかり、ストレートがしっかりあって、レールの厚みもあって、しっかりしてるということで、見た目ごついっていうような印象があるんですけど、それがしっかりと体重を預けられてパドルもしやすい、板も走るで、ショートボードのやっぱアートラインなのですごくとても動く。なので、前回のスムースオペレーター側からしたらパドルのスピードはすごく、スムースオペレーターっぽいところがあって、でスムースオペレーターよりももっと鋭角に動いてくれるっていうボードなので、例えばスムースオペレーターに乗っててもうちょっと機敏に動きたいなっていう人はめちゃくちゃフィットする板なのかなっていうふうに思います。そうですよね、はい。ミッドレングスではなくてやっぱりこれねドライバーっていう名前がついてるぐらいだから、サブドライバー、ドライバー 3.0、3.0 でスタブドライバーとか、もうその点のドライバーシリーズの中の一番でっかいやつっていう感じで、一番楽に乗れるっていう感じで、今回サイズを510のものと62のものをね乗ってもらったんですよね。大きさを比較してどんな感じでした？サイズがある方の方が、長い方の方が波に乗るのは本当に乗りやすいのかなっていう。短くすると、波に追いつくのは大変なんですけど、乗ってしまえばハイパフォーマンスなようにすごく運動性があって動きがいいので、サイズ感で全然違ってくるかなっていうところが感じました。あと持った感じ、レールがすごく薄く感じたと思うんですよ。でこのボード 31.75 リッターあるんだけども、脇に抱えた時に僕も思うんだけど、それだけのボリュームがあるような感じのボードじゃない感じしないですか？そう見た目しっかりしててガチッとしてる、さっきごっついっていう表現したんですけど、レールコンケーブとすごく繊細に運動性がいいように施してあって、機能性っていうのは本当ドライバーシリーズ系が持ってるものが兼ね揃ってると思いますね。運動性があるいいボードだと思います。そうなんですよ。510ってマサトプロもいつも乗ってるサイズじゃないじゃないですか。だけど結構ね迫力のあるキレのある動きをねしてたんですけど、この62、逆にねこれ大きかったじゃないですか。これはどうでした？僕ももう40代に入ってきて、だんだん年齢が上がってきて、体の動きもだいぶ少し進んで、まだ全然いけるんですけど、いけます。鈍くなってきた中で、510よりも、62の方がパドルが引っかかる、乗ってからも板の滑り出しがやっぱ速いっていうところがやっぱりありますね。ですよね。一番最初にこの PU のボードを乗ってたじゃないですか。この長さでこの大きさでいきなり1本目からあんな動いちゃうんだって思ったんだけど、すごく上手に乗ってたんですけど、乗るコツってありますか？渡辺君の背格好でこの長さのボードをあんなに綺麗に操れるっていうのは秘密ありますかね？これPU はやっぱ重さがあるので、他の EPS カーブに比べて水を切ってってくれる、風がちょっと吹いててもそこまで影響しないでボードが進んでってくれるっていう、風の影響を受けずにどんどん進んでくれるボードの重みで波に乗っていってるっていう感じですかね。なかなかすごいライディングをいっぱいしてもらったんですけど、ビッグリッグドライバーってとにかくパドリングのエントリーする波にキャッチするのがすごく楽ですよね。アウトラインがシャープなので、センターの方はボリュームがしっかりあるので、
切り込みやすいんですよね。抵抗粉の入りが俊敏性があって速いので、ちょっとサイズがあったり少し波が掘れてるような波だったらスムースオペレーターとかよりもこういう方の方が機敏にこう波に合わせやすいので、とてもいい波乗るためにはまあ助かるかなっていう。なるほどね。スムースオペレーターなんかに比べたらもっと全然こっちの方がパフォーマンス寄りだから、はい、もう全然、全然ね。たっぷり乗れる、たっぷり乗れますね。いや、いい板ですね、これはね。めちゃくちゃいい板です。いい板でした。はい。でこの中で渡辺君はどれが一番好きでしたね。コンディションによっていい悪いっていうのがね、結構変わってきちゃうと思うんで、それぞれの素材によってもう全然良さがあるので、今日は風が吹いてて面がバタバタしてる感じだったので PU でしっかりと面のバンプを拾わないように重たい板をちょっと使ってしっかり乗れるように PU っていうのをシンプルに選ばせていただきました。なるほど。はい。さすが。PU だそうです。今回ね、いろいろとまたありがとうございました。新しいモデルとか試乗をですね、お願いしたいなと思ってるんで、この間のスムースオペレーターの YouTube も大好評だったんで、ありがとうございます。ぜひぜひまた皆さん楽しみにしてください。はい。今日はどうもお疲れ様でした。はい、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。皆さんそれではまた。